スーパーソニックスピード第5回。ついにクロスワールド突入ですね。最初のコースは、スカイロード、シャドウにロイヤルチャリオット、ガジェットは、スピードマシンキット、ダッシュパネルボーナス、スタート成功ボーナスです。最初は、ラインガイドに従って動き、ブーストリングを通ってボーナスを得ましょう。ブーストリングの中央通過は、次のリングに触れられない可能性が高いので、最後以外はしないようにしましょう。進んで車になったら、左側のブーストを回収。その先は、ラインガイドの通りに進んでリングを集めます。ガイドにもなっていますが、カーブが終わったら、そのまま、正面の気球でジャンプ。着地後右のブーストを回収しつつ、右の道へ。最後の場所は、ソニックスピードでも話したように、斜めから飛ぶと浮く距離をカットできる方法があるのですが、難しいので、とりあえずガイドの通りに、ブレーキを踏んでも浮き上がるのは、軽減できてもその分減速するので意味はありません。2周目は、最初のブーストリングの後、右のブーストを回収します。リングを通らない分は、ブーストを使って加速しましょう。車になった後は、右側のショートカットを使います。壁にぶつかっても、出口から、そのままダッシュパネルに乗れるため、リングはすぐに補充できます。こっちが、初見の人向けの説明なんですが、ショートカットの2箇所目は入らなくていいです。壁がない上に、カーブが急すぎてハンドリング最大でも曲がれません。ソニックスピードでもそうだったんだから無理に決まってますね。本当に、この道はなんで作ったんだ？ 3 周目、2周目と同じように右に向かいますが、なぜかブーストを使い忘れてます。ここが一番無駄ないと思うのでもったいないですね。車になったら、また、右の道に入って、今度は青ボックスを回収しましょう。ブーストの使い道ですが、特に思いつかなかったので、気球で飛ぶ前に使ってます。ゴール前は、しばらく直線なものの、ダッシュパネルが大量なので、効果が薄い気がするんですよね。最後は、ダッシュパネルを乗りつつ、右側の方を走れば大丈夫です。ゴール、余裕は全くありませんが、そんなに難しい動きはないので、そこそこ楽に達成できるとは思います。次は、ルーレットロード、シャドウにリップスパイダー、ガジェットはスピードチューン、ハンドリングチューン2個、リングゲットダッシュ、スタート成功ボーナスです。タイムが厳しいため、少しでも余裕を出すために、スタート後は、レベル1ドリフトを出して少し加速してください。しばらくはラインの通りに、ちょうど綺麗なインコースが出ているので、これを覚えてその後も使いましょう。道にあるチップは、必ず避けること、一度でもぶつかると、まず時間が足りません。幸い、ガイドの通りに動ければ回避しつつ、最短経路で抜けられます。飛び上がった後は、左から進みます。ガイドと違いますが、こっちの方が、個人的には、スロットの浮き上がり、軽減がやりやすい気がしますので、もちろん、問題ない人は中央からでもいいです。リングの列を半分ぐらい進んだら、右に移動する感じでいけると思います。最後のカーブは、アクセルオフでできる限り、調整、大きく外側に出そうなら、ブレーキを使いましょう。ブーストの使い道ですが、ロングカーブに入る前に使います。直線が素早く移動でき、その先のカーブも折れて、すぐの速度を保ちやすくなるので効果が大きいです。それ以外は曲がる場所が多く、ブーストの効果をフルに発揮できない気がします。あ、浮き上がってしまった。やっぱり難しいですね。まあ、1回でも跳ね上がりが控えめなら、達成可能ラインになるのはありがたいですね。3周目は、最初のカーブで、左側に青ボックスが出ます。取ったらすぐに使え、その先はインコースで進みましょう。今更な解説になりますが、インコースは、大事なものの、このルーレットエリアは、ルーレットに乗ると押し戻されるため注意。幸い、ガイドがいい位置にあるので、これをたどれば大丈夫です。また飛び上がってしまいましたね。これで、かなり余裕がなくなりました。ここで、うまいこと飛び上がりを小さくしたりなくしても、最後のカーブで大きく膨らむとどの道ダメなので、最後まで油断しないように。ゴール、1秒未満ですね。スピードとハンドリング、どちらも欲しい感じのコースなので、カスタムの最適解は難しいです。
次は、クラーケンベイ、シャドウにロイヤルチャリオット、ガジェットは、スピードマシンキット、エアトリックボーナス、超高速エアトリックです。コースの構造上やることは限られますね。とにかく少しでもインコースで、触手の周期は最適化してぶつからないようにするのが大事です。スタートしたら、ラインガイドの通りに動きます。ボートの時は、レベル1チャージからトリック2回で進みましょう。ブーストはいらないので、リングを集めましょう。最初の触手エリアですが、回避不能なので、右側のダッシュパネルがない位置から通ることで走ります。その先は左側壁沿いに進みます。途中あるブーストリングは狙ってみましょう。その先の車に戻った後は、周期的に余裕を持ってダッシュパネルを踏んで抜けられるはず。飛行機パートはドリフトはせずにガイドの通りに進んでください。リングの回収が悪くても回転してるところで補充すれば、ここで100枚にはなるはず。2周目も基本的にガイドの通りに最初車になったところでは外側のブーストを回収します。2周目は障害物の配置が変わっているので周期は気にしなくて大丈夫です。ブーストの使い道ですが、飛行機パートで使うか温存しておいて触手に当たりそうな時の調整とかに使うのが一番ですかね。周期調整も難しいという人向けの話ですが、ブーストは3周目のある場所がご利用し可能になるため、そこのために取っておくのもありだと思っています。詳しくは該当の場所で。今回右のブーストを取るためにブースト使っていますが、正直これ意味ないです。後でもう少しいい方法ないかと検証したんですが、結果的に1周目と同じくまっすぐ進む方が良かったです。一応使わずにここのブーストを回収することでブーストが2個になるので、3周目の周期調整やゴリ押しが楽になる利点はあります。自分のプレイスタイルに合わせて判断するといいでしょう。この後ボートになった時なんですが、触手がかなり厄介。ここまでのペース次第では全くぶつからず抜けられますが、結構な確率で当たってしまうと思います。動画では難なく抜けてますが、無理だって人にこそ役立つのがブースト。ぶつかった場合、即座に使い、そのままチャージジャンプからトリックするとほぼ硬直なしです。リングはちょっと減りますが、それでも間に合いました。どうしてもぶつかるって人は試してみてください。ゴール、難しいとは言われていますが、実は、ブーストでゴリ押しできることを知っていれば、再現性の高い方法で S ランクを取ることができます。次は、ゴールドテンプル、シャドウにロイヤルチャリオット、ガジェットはリングゲットダッシュ、ダッシュパネルボーナスミニ、スタート成功ボーナス、スピードチューン2個です。全体的にゆったりした直線って感じなので、カーブを大回りにならないように走れば大丈夫。スタートしたら、そのまま正面に、カーブ前にブーストがあるのですが、1周目は回収しないで、リングの方を優先で。カーブは、ダッシュパネルに乗りながら壁沿いに進むのを意識すると、弾に当たらずに済みます。ボートは、左側に向かいブーストを回収。その先はチャージをしますが、絶対にジャンプはしないでください。ブーストを使って右に曲がりましょう。カーブ終わりの左側のブーストも回収します。今回は失敗していますが、最後のブーストリングに入れた方が若干早いです。最後は、直前までチャージして切り替わるときにジャンプ、ダッシュをかけて、次の周を開始しましょう。2周目も、全く同じことをしますが、中央のブーストを回収しましょう。ボートパートは、今度は、外側のブースト回収が必要ないため、できる限り右側を通りましょう。ここが大回りになると、ノルマ達成できない可能性があります。曲がるときは、アクセルオフと合わせてスティックで大丈夫です。右側は壁がないので、落下のリスクがあります。ちょっと暇なので話しますが、ボートの時の走り方についてですね。ファストチャージなら、チャージを3まで貯めて繰り返して、トリック1回、高速トリックがついている場合は、チャージ1から2で出して、トリックを2から3回ぐらいにすれば、レベル3ブーストが出るので、それが最速ですね。ただ、当然ながら、このコースのように、
飛ばないことが最適解になるコースもあったりします。長さや地形を考慮して行動を選択していきましょう。3周目は、普通に中央の通路を走るだけで青ボックスを拾えるので、これともともと持っていたブーストを使って、ロードパートを全て走り抜けます。わずかながら、最後の直線がスムーズになるので、ワープ前もチャージを忘れずに。ゴール、珍しく、結構余裕がありましたね。これが究極の走りだ。次は、マグマプラネット、シャドウにロイヤルチャリオット、ガジェットは、ダッシュパネルボーナスコンボ、リングゲットダッシュミニ、スタート成功ボーナス、スピードチューン2個です。ほぼ飛行機で飛ぶだけですね。割と危険な場所に来る竜の形の炎だけは注意。スタート後は、ブーストリングを連続で通りましょう。中央通過が数回できると、結構楽になります。車になったら、最初の右にあるブーストを回収。その後、すぐに、右の変形ポイントに入って飛行機に、1周目はリングを集めたいので、左側に進みましょう。ブーストリングを通った後は、右側インコースで進みます。途中で中央にあるブーストを回収できると、無駄がありません。最後の上下の分岐は、下の飛行機の方で。右側に移るのは、遠回りの上に、障害物があるので、左側だけ飛んでいればいいです。最後は、中央あたりを走って、途中少し移動し、左右のダッシュパネルを踏みましょう。2周目も周期的に調整するところがないので、1周目と同じような動きで大丈夫です。違うところは、ブーストを拾ったり、リングを集めるために寄り道した場所は、無視でインコースで走ります。尺的に話せることが特にないので、3周目まで解説を休み。3周目ですが、左右分岐の起点中央に青ボックスが出るので、それを回収しに行きます。ボックスを取った後に、動画では左に向かっていますが、右に向かっても大丈夫です。やりやすい方法で。ただ、角度的には、左の方が簡単かと。最後のブーストは、正直使いどころに迷います。ダッシュゾーンが多いので、どこで使っても余るんですよね。上下分岐の前か、車になった後ぐらいがいいかなと思います。ゴール、ちょっと余裕がありましたね。障害物の位置もそんなに厄介ではないので、そんなに苦労しないで達成できると思います。次はヒドゥンワールドです。シャドウにロイヤルチャリオット、ガジェットは、ダッシュパネルボーナスコンボ、リングゲットダッシュミニ、スタート成功ボーナス、スピードチューン2個です。なんか、もう見た気がするって。それは、まあ、コースの設計に足るから、カスタムも同じようになりますよね。スタートしたら、ラインの通りに進みます。ダッシュパネルボーナスがついているので、ブーストリングを通るだけでいいです。車になったら、最後にある左側のブーストを回収するので、外側に行きます。今思うと、このブーストの回収いらないかも。でも、1周目の場合は、この先の飛行機パートで、左側にブーストが出るので、取る場合は意外と悪くないと思ってるんですよね。飛行機パートは、ブーストアイテムを考えて、周ごとに通る場所が違いますので、順位、1周目は左です。最後のエリアは、右側から、周期的にモンスターにはぶつからないはず。2周目、ガイドが左になっていますが、1周目と同じように右寄りに飛んだ方が、ブーストリングの位置がちょうど良くなるので、スムーズです。車になったら、今度は、変形ポイントちょっと前は、右から段差を飛んでショートカットしましょう。2周目は、ブーストが右側に出るので、右に向かいます。ブーストの使い道ですが、この後半、飛行機パートで中央を通るときと、
一番最後ぐらいですかね。ただし、今回の通りだと1個はなるので、モンスターを遠回りせずに抜けるために、車の右ルート途中で使います。3周目は、中央のブーストリングの後に青ボックスがあるので忘れずに回収しましょう。後半の飛行機パートでは中央を通ります。ブーストを使ってスムーズに行きたいですが、バンパーが多く配置されているのでぶつからないように、最後のモンスターは周期的に全くぶつからないところにいるので安心して抜けられます。ゴール、結構ギリギリですが、ここも動きは単純なので、そんなに苦労せず達成できるはず。2本で完結させるため、もうちょっとやります。次は、スチームパンクシティ、シャドウにロイヤルチャリオット、ガジェットは、ダッシュパネルボーナスコンボ、リングゲットダッシュミニ、スタート成功ボーナス、スピードチューン2個です。ここは、おそらく、高難易度。今は若干更新されたものの、このシリーズ開始時に話した世界記録が、ノルマと3秒差しかないと言ったのがここです。最初のブーストリングに入ると同時にドリフトチャージ。ハンドルは、動かさずに自然に溜めて、2つ目のブーストリングから出てレベル2になったら解放。これは必須テクニックです。その後、右の細い道を、ドリフトしながら走り、ダッシュパネル2つ目の後に、解放し、そのまま、正面の汽車へ、右のシャッターが上がったら通ります。ここまで動きが同じなら、このシャッターは、周期的に大丈夫なはず。だいぶ進んでしまいましたが、その先は、ラインよりもインコースを意識、ブーストがあったら寄り道して回収。ブーストは、飛行機パート少し前ぐらいから使います。2周目ですが、全く同じとなります。ブーストはもう拾わないので、よりインコースで走りましょう。シャッターの周期も全く同じなため、わからなくなったら、1周目の解説を見てください。ダッシュパネルボーナスと、リングゲットダッシュがあるので、パネルは、できる限り踏んだ方がいいです。ギリギリを意識して踏みに行きましょう。そういえば、一応なのですが、2周目に関しては、汽車の場所で右通路を通れば、インコースのため、若干ですが速くなります。ただし、こちらに行くと、リングがない上に左右壁なので、まっすぐ走るのに失敗した場合、リングを落として速度が下がり、結果タイムが悪くなります。タイムが、どうしても1秒未満で足りずに迷う際には、こっちを練習した方がいいかも。あとは、言う暇がなかったんですが、飛行機の際には、ブーストリングの中央通過を狙ってください。1周につき3回通りますが、おそらく2個以上中央通過できてない時点でノルマに届きません。幸い、リングの位置と、最初の2個の感覚としては落ち着いて操作できるので、思ったよりかは簡単なはず。ソニックスピードと同じく、なかなか厳しいコースになりますが、ルートや操作感覚はほとんど同じですから、片方クリアできれば、自然と、もう1個もいけるとは思います。ゴール、リングの中央通過が多かったおかげか、約1秒余裕が出せましたね。究極の走りだ。最後は、ドラゴンロード、シャドウにピンクガブリオで、ガジェットは、ハンドリングチューン2個、セカンドファストチャージ、エアトリックボーナス、超高速エアトリックです。右にも書きましたが、キャラを変えて若干スピードを落としてでも、もう少しハンドリングを上げる方が、いい記録になりやすいかも。スタート直後の直進ドリフトは不要です。左側に移動しつつ、トリックを大量に。着地したら、ガイドの通りに走ったリング回収。最後の右に曲がる長いカーブは、タイムが惜しいため、ガイドよりも右側に行くようにしましょう。先にショートカットがあるので、ボートになる前に中央にあるブーストを回収します。ボートパートは、右側に向かいます。ブーストアイテムでダートを越えましょう。その先の分岐点は、右へ、ボートの時はファストチャージがあるので、レベル2まで貯めて、ジャンプからトリックを繰り返して発動し、リング獲得と加速をしていきます。最後のカーブは、左側のブーストを回収。その先は、ガイドとほぼ同じか、
より左側を曲がるように進みます。トラベルリングが見えてきたぐらいで、ブーストを解放して、前へ、最後は、特に外側に押し出されやすいので、早めにブースト解放で前進することを心がけましょう。2周目は、ガイドの位置から飛んで、正面のブーストを拾います。その先は、1周目と同じように曲がってください。ボートパートでは、今回は炎が飛んでくるので、早めに、レベル2チャージからトリックを入れて加速。これで、炎の着弾よりも先に抜けます。その先の分岐は左に進みましょう。入力情報を見るとわかるのですが、このコースの短いカーブはアクセルオフ。ボートパート前後の長いカーブは、外側に大きく押し出される前にブレーキを使って曲がっています。この使い分けは、他のコースでも役立つので覚えておきましょう。3周目は、1周目と全くギミックの動きが同じなので、解説は以上です。ご視聴ありがとうございました。ついに次回で完結ですね。今回は、ちょっと入れ込んだので長くなりました。こう編集してると、ここが改善できるかなと思うところが見つかりますが、そういった点は、少し話に入れているので、どうしてもタイムが足りない人は、解説をもとに、他のカスタムとか、ルートの変更も考えてみましょう。この動画が役に立ちましたら、ぜひ、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。次回で、ソニックレーシングのチャレンジコンペに向けた攻略自敗は終わりますが、その後も色々と対戦イベントが続くので、そちらの動画も作って、対戦で使えそうな知識も色々解説できたらなと思っています。ゴール、余裕がありませんでしたね。やはり、ハンドリングをもう少し高くした方がいいかな。それではまた次回お会いしましょう。